皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。正直、暑くて死にそうです。さて今日は、ラジコン飛行機の飛ばし方、第19回、スケール機でも8の字飛行をしよう、をお送りします。まあ、どんなラジコン飛行機でも、8の字飛行は重要ということですね。あまりの暑さに手を抜いているわけではありません。多分。では、暑いのでさっさと始めましょう。使用機体は引き続き、スピットファイアマーク24、幅 1100mm、飛行重量 1.6kg、実物同様の5枚プロペラがかっこいい機体ですが、実は回転方法が実物とは逆です。気がついている人はほとんどいないですよね。風は正面から2ノット、まあほぼ無風と言っていいでしょう。いきます。はい。ローリング。何度でも言いますが、離陸はしっかり助走しましょう。しっかりビリン持ち上げないとダメですよ。ギアアップ。1回ローパスをします。まあ、儀式みたいなものです。1100mm でもかっこいいでしょ。それでは本来の8の字飛行をします。さてここから小型スケール機のコツをお話しします。小型スケール機はラジコン飛行機が電動化されて大きく進化しました。お手軽に飛ばせる上にかなり優雅に飛ぶことができます。エンジンになった時代とは大違いです。ですが有り余るパワーを手にしてしまったがゆえに、操縦者が優雅に飛ばしてあげないと優雅には飛びません。できる限りゆっくりした速度で、できる限り近いところを飛ばしましょう。小型機が小さくて見えないというのは、単に遠いところを飛ばしているだけです。低速で至近距離を飛べるのは小型機のメリットです。機体のメリットをしっかりと活かしましょう。この映像の8の字飛行もかなり目の前をぐるぐると回っています。それができるのが小型機のメリットです。低速飛行のコツはバンクを45度以内にすることです。その上でしっかりラダーを使いましょう。大半の場合においてラダーは旋回方向に、操縦桿は旋回方向とは逆に操作していることがわかると思います。カメラの映像なのでよくわからないと思いますが、ほぼ滑走路の上空の範囲内で8の字飛行をしています。下手なのは問題ありませんが、できないのは問題です。しっかりと練習しましょう。この練習の主な目的が、ラジコン飛行機のすべての操作をできるようになることです。ラジコン飛行機業界において、スラストレバー、ラダーペダル、操縦桿、すべてを同時に操作できる人は少ないです。そういう人は、離着陸で破綻しているのですぐにわかります。それでは、着陸します。ギアダウン。ランディングフラッグ。ターンレフト360。ランウェイインサイト。コンティニュー。小型機でも華麗に着陸するでしょう。さて、次回は一歩進んで、ハイヨーヨーまたはレージエイトと呼ばれる軌道を行います。戦闘機では最も一般的な軌道なので、スケール機におすすめなやつです。それでは、高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。